中国成長 4.7% と逃げる日本企業。今日は中国経済と日本企業の関わりについて話をしましょう。まずは表面的なことから。最近政治的なリスクや経済の停滞が理由で多くの日本企業が中国から撤退する動きを見せていますね。例えば三菱自動車は中国での生産から昨年撤退し、また日本製鉄も中国宝山鋼鉄との合弁事業を解消することを発表しました。この背景にはどんな理由があるのでしょうね。確かにニュースで聞いたことがありますが、なぜ日本企業は今中国から撤退しているのでしょうか。中国市場って昔は大きなチャンスだったはずですよね。その通りです。かつては中国市場は巨大な成長市場として期待されていましたが、近年は事情が変わってきました。まず中国経済の成長が鈍化していることが一因です。2023年の中国の成長率は 5.2% 前後にとどまっており、これは過去の成長から大きな減速です。また地政学的リスクも大きく影響しています。米中間のハイテク競争や台湾海峡の緊張が日本企業にとって大きなリスク要因となっています。なるほど。地政学的リスクがそんなに大きな影響を与えているんですね。具体的にはどんなリスクがあるんですか？例えば半導体技術の輸出規制が挙げられます。米国は日本などの同盟国に対して中国への半導体関連技術の輸出を制限するよう求めており、日本もこれに従わざるを得ない状況です。これに対して中国は日本に対して経済的な報復措置を講じると警告しており、日中間の経済関係は非常に不安定です。また最近では中国国内の治安状況も問題になっており、日本人の安全にも懸念が高まっています。例えば昨年は日本の製薬会社社員がスパイ容疑で逮捕されるなどリスクが顕在化しています。経済だけじゃなくて政治や治安の問題もあるんですね。それで日本企業は今後どうするつもりなんでしょう？多くの日本企業はすでに中国以外の市場へシフトしています。例えば小松は中国市場での売上が19年から 57% も減少しましたが、その一方で世界全体の売上は 46% 近く増加しています。また外務省によると中国に進出している日本企業の数も過去3年で約 10% 減少し、代わりに東南アジアなど他の地域への投資が増加しています。なるほど。じゃあ今後も中国でのビジネスは縮小し続けるんですか？その可能性が高いです。実際1760社を対象とした調査では 60% の企業が中国の経済状況が昨年より悪化していると答えています。さらに2023年の日本の対中直接投資 FDI は2016年以来の低水準まで落ち込んでおり、今後も新規投資が増える見込みは低いと言われています。経済的なリスクがこれほど大きいと、もう中国への投資は割に合わなくなってきたんですね。日本企業の動きが今後どう変わっていくのか注目ですね。そうですね。中国経済の不振や政治的リスクが続く限り、日本企業はますます慎重になるでしょう。今後の動向をしっかりと見守る必要があります。さて、ここからは情報と考察を合わせて見ていきたいと思います。中国経済の状況をどう考えますか？経済成長を 4.7% や 5.2% するということは、日本の抜けた穴を埋めて、そこからさらに 4.7% や 5.2% の成長をしないといけません。さらに不動産壊滅の状態で GDP の3割をどう埋めているのでしょうか。アメリカなどは GDP3% 成長していますが、借金は GDP の 6% 増えていますので、非常に効率が悪い成長になっているということを忘れてはいけないと思います。借金誘導型のビジネスモデルですね。中国の不況は好調なアメリカとどこが違うのでしょう？いずれアメリカも中国のようになるのでしょうか？私は次のように考えています。中国は独裁国家パワーで言論統制、株買い支え、空売り禁止、不動産価格低下抑制、情報遮断、そしてマスコミ、SNS を使った情報操作、これらとその他を駆使して現在の中国を支えようとしています。
しかし情報も完全に遮断はできておらず、漏れ出てくる情報をシャットアウトすることはできていません。台風の被害や街にいなくなった人、誰もいないアウトレット、外国人のいなくなった上海、シャッターの閉まった駅前、それをどう補って成長しているのでしょうか。誰でもわかる嘘のような数字をマスコミは垂れ流していますね。関税が 100% で競争激化している。作ると赤字を拡大させる EV 輸出が中国を救うとは思えませんが、アメリカの雇用も81万8000人下方修正されましたね。今月も14万人で予想16万人に届いていませんでした。先月の雇用も3万人下方修正でした。毎回下方修正が続いています。中国はどうなのでしょうか。昨年、急に若年失業率が発表されなくなりました。数字が悪いと、新幹線が事故を起こした時のように、また、武漢ウイルス研究所のように、痕跡をなくそうとしますね。これが中国のやり方なのでしょう。若年者以外の失業率は安定していますが、そもそも賃金未払いデモが起こっていたりしますので、労働者というか、強制労働というか、ウイグル問題も解決していません。労働してもお金をもらえない民衆が、どうやって物を買ったり、GDP 成長させたりするのか、全くわかりません。つまり、今後はどうなることが考えられますか。中国経済崩壊は、どのあたりから起こると思いますか。不動産セクターの壊滅が起ころうとしております。販売されていますが、建設されていない住宅があります。不動産融資が低下している中で、銀行は政府から潰れそうな不動産会社や地方政府の子会社に融資を迫られて危険な綱渡りを行っています。アメリカの経済指標からも新規受注、需要が減退しています。輸出国中国としてはアメリカの景気の影響を受けることとなり、さらなる需要減となることが予想されます。アメリカ景気は悪化していますが、株価だけは高く、株高を期待し、景気指標の悪化を無視する強欲相場が続いています。過度な楽観論が急速に減退し始めると、中国も同様に衰退すると考えます。米中ビジネス撤退の波、IBM も続く。今日は IBM が中国事業の一部を閉鎖する決定についてお話ししましょう。IBM は米国企業としては数十年にわたり中国でビジネスを展開してきた企業の一つですが、最近の経済や政治の不安定な状況から一部の事業を他国へ移転することを決めました。具体的には研究開発部門を閉鎖し、インドなど他の地域で新たな拠点を強化するというものです。この決定にはどのような背景があるのか、つぐみさん、何か疑問がありますか？はい。どうして IBM は中国での事業を縮小しなければならなかったんでしょうか？中国って今でも大きな市場のはずなのに、何が変わったんですか？いい質問ですね。IBM が中国での事業を縮小する理由にはいくつかの大きな要因があります。まず、中国経済全体が近年減速しており、特に人件費の急上昇が企業にとって大きな負担となっています。IBM はこれを理由に挙げており、中国では他のアジア諸国と比べて人件費が高くなっているため、ビジネスコストが増加しているのです。また、中国政府は米国排除キャンペーンを進めており、政府機関や国有企業に対して外国製品ではなく国産品を使用するよう指導しています。これによって IBM の市場シェアも縮小しています。なるほど。中国政府の影響も大きいんですね。他の米国企業も同じような問題を抱えているんですか？その通りです。実際、IBM だけではなく、他の多くの米国企業も中国での事業を縮小または撤退しています。例えば、アップル、ヘル、ヒューレット・パッカード、インテルなどのテクノロジー企業も中国市場から部分的に撤退しています。これらの企業の撤退理由は、地政学的なリスクや米中間の緊張の高まりが主な要因です。特に米国政府は中国で事業を展開する企業を厳しく監視しており、戦略的な分野でのリスクが高まっているため、多くの企業が中国でのビジネスを再興しているのです。米中間の緊張がビジネスにどれだけ影響しているのかよくわかりました。でも、
IBM のような大企業が撤退すると、中国経済にはどんな影響が出るんですか？それが重要なポイントですね。IBM のような大企業が中国市場から撤退することで、短期的には中国の経済に打撃を与える可能性があります。実際、IBM はかつて中国最大の電気通信事業者の一社であり、中国の大手銀行やエネルギー企業を顧客としていました。IBM の技術やノウハウが失われることは、中国の経済にとって大きな損失となり得ます。しかし、近年中国のテクノロジー産業は急速に成長しており、国内の企業が自らの技術力を高めているため、IBM の撤退が直接的に大きな打撃になるかは不透明です。それでも、こうした動きが続けば、中国経済にはかなりの影響が出てきそうですね。その通りです。特に注目すべきは、中国の経済成長が過去数十年間にわたって世界経済の牽引力だったことです。しかし、近年の成長率は 4% 台にまで低下しており、以前のような急成長は期待できません。加えて、米中間の緊張や貿易戦争、半導体などの先端技術をめぐる対立は、今後も企業にとって大きなリスクとなるでしょう。結果的に、多くの企業が中国から撤退し、他の市場に目を向けることは避けられないでしょう。ますます中国経済が不安定になっているということですね。日本企業にも同じような影響が出る可能性があるんですか？その可能性は大いにあります。実際に三菱自動車や日本製鉄なども中国市場から撤退を決めています。こうした動きは地政学的なリスクや経済の減速が背景にあり、今後もさらに拡大していくかもしれません。特に企業がコストやリスクを抑えつつ成長を目指す中で、中国市場はもはやかつてのような魅力を持っていないとみなされています。なるほど。今後の中国経済の動向を注視する必要がありますね。ありがとうございました。ずんだもんさん。こちらこそ、つむぎさん。それでは、そろそろ情報整理と考察をいたしましょう。アメリカ企業、日本企業の撤退、海外移転で中国経済は少なくともマイナス面が大きいと思うのですが、先ほども話をしましたが、アメリカ企業の穴埋めを中国企業が行わないといけません。一部、携帯チップで技術を誇る時期がありましたが、基本的には安かろう悪かろうのビジネスモデルは転換していません。以前と比べて韓国の地位を中国が奪っているという状態になり、韓国はますます苦しくなっていると思います。米中で起こる経済的なマイナス事項を挙げてください。お互い関税をかけることにより、インフレが進むことが考えられます。安い商品に関税をかけたり、流通しなくなることにより、より高い価格での取引が行われるようになります。第三国から輸入することにより、さらにコストが上がります。また、輸出品の価格高騰で売り上げが下がることでしょう。物が売れないのに作っても仕方がありませんので、リストラが始まることでしょう。現在中国で起こっている失業は関係していますか？アップル、デル、ヒューレット・パッカード、インテル、部分的に撤退していますので、その分の雇用はなくなりますし、自国回帰することでしょう。中国の全体の失業率は相当怪しく、1週間に1日アルバイトするだけで失業者ではありません。そもそも給食の意思をなかったことにすれば求職者ではなくなりますし、中国は景気がいいのに需要がなくて企業が撤退、それを埋めてさらに 4.7% の成長をしているというのはかなり無理があるように思いますね。景気が悪くなるとまずは若年失業者から雇用がなくなりますから。半導体不足再来、中国の輸出規制が引き起こす新たな危機。こちらでは半導体不足の再来が懸念されている理由について話していきます。今回の半導体不足は中国がガリウムやゲルマニウムといった重要な原材料の輸出を規制したことが発端です。つむぎさん、この話題についてどう思いますか？半導体不足って最近解消されたと思っていたのにまた起こるんですか？中国がどうしてそんなに重要なんですか？良い質問ですね。まず今回の問題は半導体の製造に不可欠な材料ガリウムとゲルマニウムが原因です。
中国は世界のガリウム生産の約 98%、ゲルマニウムの約 60% を占めており、この2つの鉱物が供給されないと半導体製造に大きな支障が出ます。特に2023年8月に中国政府がこの材料の輸出規制を発表して以来、欧州などでは原価が急上昇しているんです。例えば、フィナンシャルタイムズによると、これらの素材の価格は過去1年で2倍に上がったと報じられています。半導体ってコンピューターやスマートフォンだけじゃなく他にも使われているんですか？その通りです。実は半導体はあらゆる技術に使われていて、家電製品や自動車だけでなく軍事装備品にも重要です。暗視ゴーグルや高度な通信機器など軍事技術でも欠かせない材料となっています。だからこそガリウムやゲルマニウムの供給不足は単に消費者製品の価格上昇だけでなく、安全保障にも影響を与える深刻な問題なのです。なるほど。非常に幅広い影響があるんですね。中国が規制をかけた理由って何なんですか？規制の背景には米中間の緊張が関係しています。米国は技術が軍事的に利用されることを懸念して、中国への半導体技術や製造装置の輸出を制限しています。これに対する報復として、中国がガリウムやゲルマニウムの輸出を規制したんです。これにより、欧米のテック企業や半導体製造業に打撃を与えています。そうなると、また前回の半導体不足みたいに製品の価格が上がったりするんですか？その可能性は十分にあります。前回の半導体不足では、自動車業界が大きな打撃を受け、新車の生産が遅れたため、中古車市場が過熱しました。また、グラフィックカードの価格も暗号資産マイニングの需要が高まったことにより、4倍以上に跳ね上がった例もありました。今回も同様の状況が発生するかもしれません。半導体不足が再び起こるとなると、経済的な影響も大きそうですね。どうすればこの危機を回避できるんですか？それが難しいところです。米国や欧州がこの問題に対処するために、中国以外の供給源を探すか、輸出規制を緩和するかといった選択肢があります。しかし、現時点では中国が圧倒的な供給力を持っているため、短期的な解決は難しいと言われています。今後、どのような対策が取られるのか注目する必要がありますね。そうですね。これからの動向にしっかり注目していきます。ありがとうございました。ずんだもんさん。こちらこそ、つむぎさん、半導体不足は私たちの日常生活に大きな影響を与える可能性があるので、今後の展開をしっかり見守っていきましょう。さて、半導体の話も出ましたので、少し NVIDIA についても聞きたいのですが、AI 関連株のど真ん中ですよね。最近は株価の急落もあったようですが、素晴らしい業績ですが、人気化しすぎましたね。株価を見ていても、昨年の株価から非常に上がっています。純利益も 2.7 倍ほどですが、株価は昨年の4倍となっております。業績が良かったですが、それ以上に株価が上がってしまいましたね。また、台湾の TSMC、台湾石体電路製造、台湾セミコンダクターマニュファクチャリングが生産を委託されており、中国の喉元に会社があり、親中派政権や軍事行動で影響を受ける可能性があります。台湾には生産受注しているファンドリと言われるメーカーが非常に多いですね。こういった意味でも中国は世界最高の生産技術を持つ台湾メーカーを手に入れたいところですね。アメリカは利下げを行いますが、インフレが再燃する一因となっています。また、インフレはなくなったわけではなく、上昇率が落ち着いているということで、インフレ退治が成功したわけではありません。今回は無視されていた労働市場の低下が意識されたことにより行われます。イエレン財務長官は必死にソフトランディングを叫んでいますが、危ないとは言えませんよね。イエレン財務長官やパウエル FRB 議長が口にしてはいけない言葉ですが、そろそろ危険な状態にあると思われます。リーマンショックと違って米中は対立しています。ペトロダラーは終焉しました。ロシアとは代理戦争状態。イランも封止。ハマス、ヒズボラとイスラエルの代理戦争。ここで中国の軍事活動が活発化しているところが非常に危険ですね。さて、
それではクイズです。今回お話しした半導体に必要なレアメタルゲルマニウムと何でしょうか。1、イリジウム。2、ガリウム。3、ルナチタニウム。4、ガンダリウムガンマ。5、アダマンタイト。6、ニホニウム。7、オリハルコン。8、ミスリル。コメント欄にどんどんお書きください。9、モサイクフレームですね。なんだか赤く発光しています。さて、皆さん、そろそろ利下げが来ますが、利下げ後は株価がどうなると思いますか？そのことについてもコメント欄にお書きください。私はリーマンショックやブラックマンデーのように10月が何か気になっています。森永卓郎さんと同じく下げ予想なのです。同じ意見で皆さんのご意見もぜひ聞かせください。利下げが株価の最高点かと思っていましたが、日本株はどうなるのか気になりますね。中国株はさらに見ものです。買い支えをどこまで可能なのか、空売り禁止で買いが入るとは思えないのですが、アメリカよりも景気段階が悪くなっている中国を今後もウォッチしていきたいと思います。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。